中東の緊張が私たちの財布を直撃している。こう聞いてもあまりピンとこないかもしれませんね。でもこれ、決して遠い国の話じゃないんです。皆さんの家の電気代、それからスーパーで見る食品の値段、全部これにつながってるんですよ。今回はその見過ごされがちな仕組みについてじっくり解説していきたいと思います。この言葉がまさに今回の話の核心部分です。日本の経済、そして私たちの生活っていうのがいかに細い、たった一本の糸でつながっているのか、まずはその現実から一緒に見ていきましょうか。そう、80%。驚きですよね。この数字が何を示しているかというと、日本のエネルギー供給っていうのが、たった一つのある地理的な詰まりやすい場所にいかに依存しているか、その弱さを示してるんです。じゃあその場所って一体どこなんでしょうか。それがここです。日本経済の言ってみればアキレス腱、ホルムズ海峡。この海峡を理解することが今の物価高の根本的な原因を知るための最初のステップになります。ホルミズ海峡って一番狭いところだと幅がたったの50キロぐらいしかないんですね。もう大きな川みたいなものです。日本のエネルギーを積んだタンカーが毎日毎日ここをずーっと列をなして通ってるわけです。考えてみてください。世界の海の上を動く石油のなんと2割がこのたった1点に集中してるんですよ。この事実の重み、まずはちょっと感じてみてほしいんです。そしてこの海峡はイランという国にとってもまさに生命線なんですね。国の輸出収入の8割以上が石油と天然ガス。つまりイランという国家の経済そのものがこの狭い海峡の通行に完全に依存しているわけです。この点こそが地政学的な緊張が生まれやすい大きな要因になっているというわけです。では、なぜこの一つの海峡の問題が世界全体の物流を止めてしまうほどの負の連鎖反応を引き起こすんでしょうか。そのメカニズムをこれから解き明かしていきましょしかも今やリスクはホルムズ海峡だけじゃないんです。スエズ運河、紅海、そしてバブエルマンデブ海峡。これら世界の物流のいわば心臓部ともいえる大事な場所がまるでドミノ倒しのように同時に機能しなくなるリスクに今まさに私たちは直面しているんですね。特にこのバブエルマンデブ海峡、あまり聞き慣れない名前かもしれませんけど、紅海を通ってスエズ運河に行くためのまさに入り口なんです。ここが閉鎖されてしまうとヨーロッパとアジアを結ぶ最短ルートが完全に使えなくなってしまいます。じゃあ、海峡が封鎖されたら何が起きるか。船はですね、アフリカの南の端にある希望棒をぐるーっと大回りするルートを通らざるを得なくなります。距離にするとプラス1万キロ、時間にして数週間ものロスです。このとんでもない追加コストが運ばれているすべての商品の価格に上乗せされて、最終的に私たちの財布を直撃することになるんです。そう、ここからが本当に大事なポイントです。地球の裏側で起きていることが具体的に私たちの毎日の出費にどうやってつながっているのか、その直通ルートをはっきりと見ていきましょう。まさにバターフライエフェクトですね。テヘランで蝶が羽ばたけば東京で嵐が起きる。遠い国の政策がちょっと変わったり緊張が高まったりするだけで東京のガソリンスタンドの価格表示に影響が出るまでもう数ヶ月もかからない、そんな時代なんです。この影響の連鎖は原油価格だけでは終わりません。まず燃料費が上がりますからエネルギーコスト全体が上がりますよね。次に船を動かすコストそのものが上がるので物流コストが跳ね上がる。その結果として日本に届くほとんど全ての輸入品の価格がまるでドミノのように次々と上がっていくわけです。もっと具体的に言うと、私たちが毎日着ている服、使っているスマホ、食べているもの、それだけじゃありません。日本の産業を支えている工業部品や私たちの命に関わる医薬品の原料まで、もう生活のあらゆるものに影響が出てくるんです。さて、ここで必ず出てくる疑問があります。いやいや、日本には石油の備蓄があるから大丈夫なんじゃないのと。私も昔はそう思っていました。この点についてもきちんと見ておきましょう。確かに日本には約150日分の備蓄があります。でもこれはあくまで短期的なショックを和らげるためのいわば緩衝材でしかないんです。もし中東での紛争が数ヶ月から下手をすれば数年単位で長引いてしまったら、備蓄が尽きた後一体何が起きるのか。
これは私たちが本当に真剣に考えなければいけない問題なんです。さて、問題の構造が分かったところで、ここからが一番大事なパートです。じゃあ私たちはこの状況に対して今すぐ何をすべきなのか、具体的なアクションを3つ提案させてください。この3つは誰にでももう今日から始められる、とてもシンプルでも強力なアクションです。一つずつ見ていきましょう。まず1つ目です。原油価格とか為替レートを他人事のニュースとして聞き流すのをもうやめましょう。スマホのホーム画面に表示させるだけでもいいです。これらの数字を自分自身の生活に関わる数字として毎日チェックする習慣をつける。これが全ての始まりです。次に2つ目、具体的な資産防衛の一例ですね。例えば NISA などを活用して自分の資産の一部をインフレ、つまり物の値段が上がることに強いものに少し移しておくっていう考え方です。例えばベースとしては世界経済全体に投資する全世界株式を6割ぐらい、そしてエネルギー価格が上がると逆に利益が出やすいエネルギー還元企業の株、いわゆる ETF ですね、これを2割、あと物価が上がると価値も一緒に上がる物価連動国債、これに2割、こんな風に値動きの違うものを組み合わせると、これがこれからの時代のリスク管理の基本の型になってくるんじゃないかと思います。そして3つ目、これはお金の話だけではありません。家族ともしこれからもっと物価が上がったらどうしようかということを一度真剣に話し合っておくこと。備蓄は大丈夫か、入っている保険はこのままでいいのか、もっと有利な電気とかガスの契約はないか。これ決して大げさな話じゃなくて、現代を生きる上でのすごく現実的なリスク管理なんです。これが今回の解説で私が一番伝えたかったことです。地政学っていうのは新聞の国際面を飾るようなどこか遠い国の話じゃない。それはまさにあなたの財布の中で毎日静かにでも確実に起きている極めて個人的な現実なんです。ちょっと想像してみてください。5年後の未来のあなたが今のあなたに手紙を書くとしたら、そこには何書かれているでしょう。あの時この仕組みをちゃんと理解して行動してくれてありがとうって感謝されるのか、それともその選択は今日のあなた自身に委ねられているんです。